ニコン Z52 忘れちゃいけない初期設定の変更5点。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。予約していた Z52 が年内に届くのは無理だなぁと諦めかけていたところ、なんと年内ギリギリ12月28日に 18-140mm レンズキットが納品されました。新品のカメラには初期設定のままでは使いにくいところがあります。そこで真っ先に変更しておくべき重要な設定5点を紹介します。1点目、カードなしレリーズ。2点目、AF 補助光。3点目、ISO 感度の制御。4点目、ガイドラインの表示。5点目、撮影直後の画像確認。おまけ、動画のハイレゾズーム。それでは、Let's get started! ながチャンネル。1点目、カードなしレリーズ。時間をかけて撮影した画像が記録されていなかった。こんなことが起こったらがっかりでは済みません。二度と撮り直せない場合もあります。デフォルトではカードなし時レリーズが OK、レリーズ許可になっています。赤色の表示が出ますが、何枚か撮っても再生できてしまうので気づくのが遅れます。これらの画像は電源を切ると消えてしまいます。ここはロック、レリーズ禁止にしておきましょう。シャッターが切れなくなるのですぐわかります。万が一起こるかもしれない取り返しのつかない重大なミスが防げます。2点目、内蔵 AF 補助光。これは暗くて AF が合わせにくい時にカメラが自動で緑色の内蔵 AF 補助光を照射する機能です。デフォルトではオンなので、ストロボ撮影が禁止されている水族館や博物館で、ストロボをオフにしていても、緑色のかなり明るい光を照射してしまいます。この機能はオフにしておく方がいいです。A11 内蔵 AF 補助光の照射設定をオフにします。この設定をオフにしてもレリーズモードをタイマーにするとカウントダウンの合図として緑色の光が点滅するので注意が必要です。シャッターボタンを押した時のわずかなブレを防止するためならばタイマー撮影ではなく D5 露出ディレイモードを使いましょう。シャッターが切れるタイミングを遅らせることができます。緑色の光も出ません。撮影後はすぐに露出ディレイモードをオフに戻しましょう。忘れると次の撮影でタイミングがずれて撮り損ねてしまいます。3点目、ISO 感度の制御。シャッタースピードや絞りの値を固定して撮影する場合は、デフォルトの感度自動制御オンが便利です。ところが、M モード、S モード、A モード、P モードはかなり暗い状況だと ISO が51200まで跳ね上がることがあります。これは初期設定の制御上限感度が51200になっているからです。ISO51200 だとかなりノイズの乗った荒れた画像になってしまいます。高感度ノイズがどこまで許容できるかは個人の感覚によります。オートモードにすると制御上限感度は ISO12800 に下がります。
一つの目安として制御上限感度を12800に設定すると良いと思います。ただし撮影モードダイヤルがオートになっていると制御上限感度の設定変更はできません。他のモードに変えてから設定しましょう。精度上限感度を12800に設定すると ISO は12800までしか上がらなくなります。長チャンネル。4点目、ガイドラインの表示。初期設定では表示されていないガイドラインや水準値がうまく表示できないという声もよく聞きます。ガイドラインの種類は D16 ガイドラインの種類で 3×3 や 4×4 の格子線を選ぶことができます。水準値の種類は D17 水準値の種類で選んでください。ここで種類を選んだだけではファインダーや背面の液晶モニターには表示されません。表示させるには D19 撮影画面カスタマイズ画像モニターと D20 撮影画面カスタマイズファインダーで設定する必要があります。まずは D19 撮影画面カスタマイズ画像モニターでマルチセレクターの右を押します。画面1から画面5までチェックマークが入っています。これは撮影時にディスプレイボタンを押すことで順番に切り替えることができます。一つの画面にガイドラインと水準値を同時に表示させるためには、画面1の状態でマルチセレクターの右を押します。右側縦に8つの表示項目が並んでいるので、上から4番目の水準値と6番目のガイドラインで OK ボタンを押してチェックマークを入れます。これで画像モニターにガイドラインと水準値も表示されるようになります。D20 撮影画面カスタマイズファインダーは画面1から画面4まであります。画面1の状態でマルチセレクターの右を押すと右側縦に7つの表示項目が並んでいます。3番目の水準値と6番目のガイドラインにチェックマークを入れます。これでファインダーにもガイドラインと水準値が表示されるようになります。5点目、撮影直後の画像確認。初期設定では写真を1枚撮ると自動的に撮れた画像が約4秒間再生されます。2枚目をすぐに撮りたいときはシャッターボタンを半押しすれば再生から撮影モードになりますが、被写体の動きが一瞬見えなくなります。自動再生を切って自分のタイミングで再生するには撮影直後の画像確認をオフにする必要があります。メニューの上から4番目、再生メニューの中の上から6番目、撮影直後の画像確認をしないに変更します。これなら撮影後一瞬ブラックアウトしますが、すぐにファインダーの今の映像を見ることができます。撮影できた画像をチェックするには、ボディの再生ボタンを押してください。撮影後、ファインダーを除いたまま再生し、拡大してピントチェックをして、すぐに撮影に戻るという一連の流れを実現する設定も可能です。カスタムメニューの F2 カスタムボタンの機能撮影のファンクション1を再生に変更します。F3 カスタムボタンの機能再生のファンクション1を撮影に戻るに変更し、ファンクション2を拡大画面との切り替え 100% 等倍に変更します。
シャッターボタンを押して撮影、ファンクション1ボタンを押して再生、ファンクション2ボタンを押して等倍に拡大、ファンクション1ボタンを押して撮影に戻る。これで撮影後、ファインダーを除いたまま撮影し、拡大してピントチェックをして、すぐに撮影に戻ることができます。おまけ、動画のハイレゾズーム。動画撮影だけに使える新機能で、デフォルトではグレーアウトしていて変更もできないのがハイレゾズームです。初期設定の 4K 動画では使えない機能です。フル HD で十分という方は、画像サイズ、フレームレートを 1920×1080、30p 以下に設定してください。これでハイレゾズームをオンにすることができます。ハイレゾズームはマルチセレクターの右を押すことで画質の劣化なく2倍までズームできます。24mm の単焦点レンズだと24-48mm のズームレンズ、フルサイズ換算で36から 72mm になります。18-140mm のズームレンズは18-280mm のズームレンズ、フルサイズ換算で27から 420mm になります。フル HD の動画撮影で焦点距離を伸ばしたい人に最適の機能になります。新品のカメラの初期設定を変更するだけで停止している便利な機能が利用できる場合があります。それではニコン Z52 での撮影をお楽しみください。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。